はい、まずはこちら。3COINS の磁石付きインテリアフック330円です。パッケージも可愛くてしっかりしていました。これは SNS で見た時から欲しいと思ってすぐスリコに行ったんですけど、時すでに遅しで完売。先日やっと再入荷していたのでゲットできました。天然木とアイアンの組み合わせが可愛いフックです。私はこの白木と白の組み合わせにめっぽう弱いんですよね。フックの部分が木製っていうのは珍しいし、高見えしますよね。カラーはアイボリーの他にブラックもあります。裏面はマグネット仕様になっているので、玄関ドアとか冷蔵庫などに最適です。耐荷重は 400g。磁力はまあまあといったところでしょうか。あとは縦でも横でも使えるところもポイントです。洗面所やキッチンでタオルやクロスをかけたり、乾かしたいものを吊るしたり、玄関ドアにくっつけて帽子とか日々使うワンマイル用のトートをかけておいたり、デザインが可愛いのでどこに使っても生活感が出ないっていうのがいいですよね。ちなみに今我が家で使っている家型の収納グッズはこれダイソーのペン&印鑑ホルダーなんですけど、自転車の鍵のキーホルダーがうまくかからず、ずっとフックを買わないとなぁと思っていました。はい、ということでこちらにチェンジ。こんなに小さくても木製のアイテムが一つあると玄関がちょっと温かみのある雰囲気になりますね。で、さっきチェックしたらオンラインではまた完売していたので、欲しい方は店舗へ在庫を確認した方が確実かもしれません。はい、お次はカモイフックの進化版。丸パイプ用挟んで取り付けフック110円です。これも数ヶ月間ずっと探していたアイテム。セリアにしかないと思っていたので、セリアに行くたびに探していたんですが、いつ行ってもなくって、もう廃盤になったかと諦めていたところ、なんとキャンドゥで発見しました。どうやらワッツにもあるみたいです。これ挟むところがちょっと丸くなっていて、ハンガーラックなどの丸パイプに取り付けることができます。対応サイズは12から 25mm の1000円のパイプ。フックの部分は取り外せるようになっていて、こんな風に90度回転してセットをすれば横でも縦でも使える仕様になっています。耐荷重は縦取り付け時が 300g、横だと 500g です。はい、ということで一番使いたかったところに取り付けようとしたところ、サイズが合いませんでした。残念。ハンガーラックに取り付けることができれば、バッグやベルトなど小物のちょい掛けができますよね。はい、気を取り直して、2番目に使いたかったバスルームのドアのパイプに取り付けることにしました。こっちは大丈夫でした。例えば、無印とか100均でよく見る引っ掛けるタイプのワイヤークリップは、ここのパイプには使えなかったんですが、パイプに挟めるフックを取り付けたら、ちょっと乾かしたいものを吊るせるようになりました。あとは、何気なくハンガーをかけたりすると、斜めになるのがちょっと嫌だったんですが、このフックがあれば、ドアにぶつかることなくまっすぐにかけられます。あと、これはうちだけかもしれないんですけど、夫が未だにマスクは洗って2回使う人で、いつも洗ったマスクをハンガーにかけてここに干してたんですよね。邪魔だし目障りだしでプチストレスでした。はい、ということで、パイプの端にこのフックを取り付けて、今後はここに干してもらうことにしました。透明で目立たないところも良かったです。はい、お次はこちら。リュックにプラスベルト、カラビナ110円です。これもずっとセリアで探していたアイテム。フックと同じくキャンドゥで発見しました。そしてこれもワッツにもあるみたいです。私個人的にキャンドゥの株が急上昇です。セリアは欲しいアイテムがないことが続いていたので、これからはキャンドゥもチェックしようと思いました。はい、そしてこれは片面の一部がメインファスナーになっていて、リュックとかバッグの持ち手に巻きつけて使うアイテムです。私はカラビナタイプを購入しましたが、リングのタイプもありました。はい、ということで早速リュックに取り付けてみます。これ巻きつけるだけなんですけど、裏面はラバー素材になっているので、多少引っ張ってもずり落ちることはなかったです。もちろんリュックだけではなくて、ショルダーバッグなどにも取り付けることができます。と、ここで姫が
どうやらお腹が空いたみたいですね。はい、中断してすいません。リュックは両手が空いて楽なので私もよく使っているんですが、物を取り出すときにいちいち肩から外すっていうのはちょっと面倒だなと感じることがあります。小さいポケットの方は片方だけ外せば取れるけど、大きな荷物を出すときは一旦下ろさないと出せないので、リュックの他に手提げなんかを持ってたりするとこのアクションが結構大変だったりしますよね。はい、そんなプチストレスがちょっと楽になるのがこのリュックにプラスベルト。メーカーおすすめの使い方は折りたたみ傘らしいので取り付けてみます。はい、こんな感じですね。で、リュックを開けずにさっと取り出すことができて、カバーはそのままつけておけるっていうのが地味に便利でした。これならなくす心配もないですね。そして使い終わったらカバーに戻すだけ。確かにこれは便利かも。傘以外にもスマホケースとかパスケースなどなどアイディア次第でいろいろ使えます。頻繁に出し入れするものに使うと良さそうですね。私は無印のミニリュックを取り付けることにしました。これを買った時からずっとリュックに取り付けたいと思っていたんですが、使いやすい位置につける方法がなくてどうしようかなと思っていました。ちょうどいいアイテムが見つかって本当に良かったです。で、いつも私は玄関先で鍵を出す時にわたわたするので、ミニリュックは鍵を入れて使う予定です。余談ですが、この無印のミニリュック、ポケットもついててめちゃめちゃ可愛いですよね。鍵の他にリップとかイヤホンとかペーパータオルなんかを入れるのにも良さそうです。ちなみに iPhone は入りませんでした。残念。はい、お次はダイソーで購入したかけられるコスメケーススリム110円です。ファイルボックスなどに引っ掛けて使う収納ケース。縁の厚さが 5mm までのケースに取り付けることができます。サイズは奥行き 3.7 センチ、幅3センチ、高さ7センチ。以前ご紹介した連結できる軟膏スタンドに形がよく似ていますが、こちらの方が一回り大きいです。コスメケースというだけあって、リップや眉毛ハサミ、美容クリームなどを想定したサイズ感になっているみたいですね。軟膏スタンドには入らなかったチューブもコスメケースにはぴったりと入りました。ちなみに体温計にもちょうど良かったです。軟膏スタンドはケースの中を仕切るのに便利ですが、こちらはケースの外側に収納をちょい足しできるのが最大のポイント。引っ掛けられる場所さえあれば手軽に小物収納を増やすことができます。カッターとかペンなど細長い文房具にも良さそうです。しょっちゅう使うものはアクションを少なくした方が片付けるハードルも下がりますよね。と、メーカー非公認ではありますが、縦だけではなくて横にも使うことができました。ブックエンドで作ったこの字ラックに差し込んでデッドスペースを有効活用。まだ余裕があるので毛抜きも入れてみます。ちなみに毛抜きは縁に引っ掛けると取りやすかったです。軟膏も一緒に入れて使うことにしました。はい、こちら以前ご紹介したシリコン傘キャップ。あの時はダイソーで購入してホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、グリーン、グレーの3色展開とお伝えしていたのですが、キャンドゥには違うカラーがありました。これ見つけた時は新色が出たんだって思ったんですが、お店によって取り扱ってる色が違うみたいですね。キャンドゥはホワイトとブルー、グレーとライトグレー、ネイビーとテラコッタの3色展開でした。はい、ということでグレーとライトグレーを購入してきました。くすみカラーで可愛いです。で、ご存知でない方のために一応ご説明すると、これは傘に取り付けて目印にするアイテム。シリコン製なので滑り止めにもなるところがめちゃめちゃ便利です。先端に取り付ければ立てかけた時に滑って倒れるっていうことも防げます。セリアに何色があるかは確認していないんですけど、少なくとも6セットはあるので、2つ買って傘の上下で別の色を組み合わせれば人と被る確率も減るんじゃないかと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。